こんにちは、高弘です。今日は海外のフォトコンテストに挑戦してみようという話です。僕と同じようにストリートフォトを撮っている人向けにおすすめのフォトコンテストをいくつか紹介しておきます。僕もそこまで経験豊富と言えるほどではないんですけど、これまで何度か上位に入賞したことがありますので、その辺の経験を皆さんにお伝えできればなと思います。まず、海外のフォトコンテストって聞くと、なんかハードル高そうって思うかもしれません。でも実際はそこまで高くはないです。もちろんそのコンテストにもよるんですが、もうめちゃくちゃ高くて手も足も出ないという感じではないです。上位入賞は難しくても入選、佳作、オノラブルメンションってやつですか。あのレベルであれば十分いけるはずです。日本のフォトコンも悪くないのですが、コンテストによっては条件が厳しいです。プリントで提出しろとか、未発表のものではないとダメだとか、海外のフォトコンテストは条件が緩めのところが多いです。オンラインで応募が完了するものがほとんどですし、未発表でなくても OK というものが多いです。あと、受賞作の傾向にも差があります。僕はもともと海外の写真に影響を受けていたので、どうも日本のフォトコンテスト相性が良くないと思い、最初から海外のフォトコンに出してきました。僕みたいに都市空間の美しさを見せるストリート写真、建築写真を撮っている人や、ファインアート寄りの写真を撮っている人は、海外のフォトコンの方が相性が良いと思います。アーバンフォトグラフィーアワードはイタリアのトリエステにある文化協会ドットアートが開催しているフォトコンです。ホームページにはイタリアで最も権威ある国際写真コンテストと書かれてあります。今年で第15回になります。テーマは都市の写真。都市環境やそこに住む人々を捉えた写真であればどんなものでも OK です。単写真の部門ではストリート、ピーポー、スペーシーズ、クリエイティブといったカテゴリーに分かれています。このコンテストの特徴は予選、セミファイナル、ファイナル、ショートリスト、ウィナーという順々に発表していくスタイルという点です。その都度で通過者を発表してくれるので、自分がどこで落ちたかっていうのがはっきりします。ちょっとした M1 気分を味わえるようになっています。写真のレベルは高いです。応募条件が緩め、撮影した日がいつでも OK で何度でも応募可能。つまり過去の名作をずっと応募できるので、レベルは年々上がっています。ストリート部門ならセミファイナルまでいければまず。ファイナリストに選ばれたら結構すごいと思います。スペーシーズ部門は僕みたいに都市空間を撮る人に向いています。ここだとファイナリストでまずショートリスト入りするとかなりすごいです。僕は2023年のスペーシーズ部門に出してファイナリストでした。その上位のショートリストに入ることができなかったのでちょっと残念ですが、でもこのレベルでファイナルに残れたのは嬉しかったです。締め切りは5月31日。参加費は1枚15ユーロ。2枚目以降は9ユーロとなっています。参加費を払うときはペイパルが一番スムースです。銀行振込でも可能みたいですが、こういう海外フォトコンではペイパルで払うというのが一般的なので、ペイパルのアカウントは作っておきたいです。もう一つ締め切りが近いもので言うと IPA、インターナショナルフォトグラフィーアワードです。こちらは毎年7月末から8月初めが締め切りです。IPA はルーシー財団が主催する世界最大規模の写真コンテストです。カテゴリーが多いので必ず自分に合うカテゴリーがあるはずです。ストリート系だとこのピーポーの中のストリートフォトグラフィーに応募するのが王道です。
しかしここは結構激戦区です。カテゴリーを変えてファインアートの中のミニマリズムとかアーキテクチャの中のビルディングスやシティスケープスなどに応募するという手もあります。IPA は各カテゴリーの1位、2位、3位に入ると結構すごいです。3位以下は佳作、オノラブルメンションという扱いになります。佳作は数も多いので難易度はそんなに高くありません。でもたまに佳作の中にこれが3位に入んないのっていう写真もあるので、写真のレベルには幅があるかなという印象です。IPA は最初に言ったようにあらゆるジャンルの写真で応募可能なのが良い点です。日本のフォトコンだと出すところがないという人におすすめです。どうでしょうか。ちょっと腕試しにフォトコンに挑戦してみませんか。自分では結構いい写真撮ってるつもりなんだけど、X やインスタなどの SNS ではどうも受けが悪い、評価されないという人にぜひ挑戦してみてほしいです。ちなみに僕が初めて海外のフォトコンに挑戦したのは2020年。本格的にストリートフォトをやり始めて2年くらいの時でした。今回紹介した2つのフォトコンの公式サイトに行って過去の受賞作をまず見てみてください。自分の写真と傾向が合っていればそれはチャンスです。受賞写真のレベルを見て、あれもしかしたらこれはいけるかもと思ったらもう挑戦すべきです。一つハードルがあるとするなら英語でしょうか。でも今は AI が助けてくれます。チャット GPT に全部任せてもいいくらい。公式サイトに書かれてある要項、ルールとかいろいろ書かれてあるやつは全部 GPT に訳してもらいましょう。結構うまく訳してくれます。そして応募するときの英語も GPT に任せです。応募する写真にはタイトルと簡単な説明文を英語で書く必要がありますが、それをまず日本語で考えて、後で GPT に英語に直してもらってください。英語が全然な人でも余裕で海外のフォトコンに応募できます。もしわからないところがあれば僕に聞いてもらってもいいです。本気で挑戦したいという熱意のある人であれば全力で応援します。例えば写真セレクトの相談ですね。2つお気に入りがあるんだけどどっちを出せばいいとかいう相談にも乗ります。この写真は応募してチャンスありそうか、見てもらってもいいですかとかそういう相談でも OK です。とにかく相談したい人を応援していきます。この動画の概要欄に各コンテストの公式ページのリンクを貼っておきますのでチェックしてみてください。まとめとしてまず過去の受賞作を見てみましょう。そしてチャンスがありそうと思ったら挑戦してみてください。英語はチャット GPT に任せれば大丈夫です。支払いは PayPal で、ここのアカウントの作り方はもうネットにいくつか情報が載ってますので簡単に作れると思います。もしわからないことがあれば気軽に聞いてみてください。フォトコンつながりで言うと当チャンネル都市と写真でも登録者数3000人を記念して今フォトコンテストを開催中です。こちらはもっと気軽に参加できます。締め切りは5月20日までです。当然参加費無料です。詳細は当チャンネルのコミュニティ欄をご覧ください。入選作品は6月に当チャンネルで紹介させていただきます。皆さんの写真で当チャンネルをもっと盛り上げてください。よろしくお願いします。それではまた。